輸入車の中でもスポーティーな走りといったら BMW ですよね。そして車好きの憧れのスポーツカーといえばポルシェだと思います。私は BMW とポルシェ両方乗ったことがありますけれども、周りの目がどう変わったのかご紹介したいと思います。はい、ということでいつもご視聴いただきありがとうございます。車修好きチャンネルです。私はこれまで国産輸入車100種類以上試乗しておりますけれども、これまで自分が実際に買ってですね、所有した車の中に BMW とポルシェはあります。その時にですね、周囲の目がどういう風に変わったか、そしてどんな反応をしたかというのを少し面白かったのでまとめてみたいと思います。最初に結論を言うとですね、周りの目を気にせず自分の好きな車、乗りたい車に乗れるように頑張っていこうということなんですけれども、結構ですね、輸入車最近乗ってる方増えてると思いますし、ドイツ車で言えば BMW、そしてメルセデス・ベンツにアウディなど、国産で言えばレクサスなどの高級車もあると思います。そしてさらにその上を行くイメージになりますけれども、ポルシェといったさらなるハイブランドあるわけですけれども、一般の車好きの方から見た目線とですね、本当に車にあまり興味がない方から見た時にどんな反応をされるのかっていうのは結構面白いところがありますよね。私自身も、ずっと車が好きで、車好きな人っていう認知を家族にも周囲にもされてるんですけれども、実際にですね BMW 今映しております3シリーズ M340i買って乗ったんですけれども、その時の周囲の反応とその後にですねポルシェマカン GTS を購入して実際に乗った時の反応がですね面白いなと思いましたので、まとめてご紹介します。まず早速 BMW 乗った時の反応ですけれども、こちら M340i を富士スピードウェイで試走した時ですね、この回転の盛り上がりが直通ロッキとは気持ちいいですね。めっちゃスムーズ、最高に気持ちいいと思います。このようにですね BMW に対して皆さん一般的な方が思ってるイメージって高級車であったりスポーティーな車っていうのがすでに認知されているので、周りの反応もですね結構分かりやすかったですね。まず一つ目の反応は、いいな BMW すごいじゃんっていうことでしたね。これはですね、先ほど言った通りのことが来てると思うんですよね。 BMW といえば車好きの人はもちろんですけれども、車に詳しくない方もですね、ドイツ車で高級車である、そしてスポーティーな走りができるというのが、知名度からもそして外見からもですね分かりやすいということで、憧れの車、あの人 BMW 乗ってるんだすごいなっていうことにやっぱりなりやすいんですよね。ここは本当にシンプルにそれがあるなと感じました。またですね、続いて BMW 買った時の周囲の反応っていうとですね、本当に車好きなんだねっていう感じで、認めてもらうっていう感触を得ましたね。その一つ目の理由にも関係してると思うんですけど、高級車でスポーティーな車で認知されているがゆえに、それを買う BMW を買う人っていうのはやっぱり本当に車好きなんだねっていうところで、車好き認定が正式にされるみたいな、そういったところがですね自他ともに成立する感じがあるなと思いました。ここら辺は皆さんどうですかね。結構同じように感じてる方いるんじゃないかなと思うんですけれども、私は特に家族にも友人にもそう言われたというのがありましたね。それでは続いての反応はですね、さすが結構稼いでるんだね、これも言われましたね。これはですね結構皆さん同じ意見なんじゃないかなと思うんですけど、車好きじゃない人、あまり車に詳しくない人がこういう風に感じることがあるなと思いますね。 BMW 当然ですね高級車で高い車種も多いんですけれども、ラインナップもかなり充実しているので、1シリーズから7シリーズまで考えた時にかなり価格の幅がありますし、もう皆さんご存知の通りリセールがなかなか難しいので、中古車とか一つ前の型落ちした車を買うとですね、値段としてはだいぶこなれてると思いますので、知ってる人は BMW いろんな
値段の幅があるよっていうふうに思うんですけれども、特に車詳しくない方にしてはもう一律で高級車みたいな感じの枠ではめられると、やっぱり結構稼いでるのかなみたいなことを言われると思います。はい、一旦ですね BMW の買った時の周囲の反応をお伝えしてきましたが、続いてですねポルシェに行ってみましょうか。私今映してるですねポルシェマカン GTS、 エンジン音これですよ。イグニッションかけた時の反応、こちらもいいですよね。 SUV とは思えない反応が私も今大好きな車ですけれども、ポルシェ買った時の周囲の反応とか、言われたことっていうのが意外とですね BMW の時と違ったなっていうのがあって、少し面白かったので、ここからポルシェの話していきたいと思います。ポルシェを買った時の周囲の反応、まずはですね、大丈夫？どこの国の車？っていう感じですね。これはですね、先ほど出てるように車好きじゃない方、詳しくない方はこういう反応すると思います。なんせですね BMW、メルセデス・ベンツなどのネームバリューに比べるとポルシェはですね、やっぱり車好きな人にはもう本当に有名ですけれども、 BMW は知ってるけどポルシェは知らないっていう方はいます。なので何このカエル顔、どこの国の車だっけ、なんか確かすごいいい車だったよねみたいな、そういう反応なんですよね。そしてですね、ここからだんだん雲行きが怪しくなるんですけれども、周囲の反応2つ目はですね、壊れたりしないの？車好きもいい加減にねみたいなところがですねちょっと出てくるんですよね。やっぱりポルシェのレベルになってくると知名度が少し変わってくるっていうのと、この車高いんだよねっていうところと、大丈夫なのっていうところになってくるので、これがですね本当に感覚、要するには理解されないなっていう領域に入ってきたなと今回思ってます。逆にですけれども、本当に車好きな方、車を知ってる方からするとですね、やはりポルシェは本当に一目置かれる車なので、 BMW 以上になんか認めてもらえるっていう感覚はあると思います。特に威張りたいからポルシェに乗ってるわけではないので、自分の好きな車に乗っていったらここにたどり着いたみたいな、そういうところがシンプルにあるんですけれども、やっぱりそういった認めてもらえる、認め合えるっていうところはすごくいいなと思えるところですよね。続いてはですね、もうこの流れ分かっているかなと思うんですけれども、周囲の反応として出てくるのは、大丈夫？そんな大金どこから出てきたの？みたいな、そういった反応をされるということで、やっぱりなんか心配されるところがありましたかね。ポルシェのラインナップを見てみると、今買えるモデルっていうのは結構限られてるんですけれども、このマカンでいうとベースグレードで900万円台からということになっていますけれども、もう皆さんご存知の通り、ポルシェはですねオプションつけないと標準装備が貧弱なので、オプションも考慮していくと大体乗り出し1000万超えてくる感じですよね。 GTS になると大体1300万弱ぐらいになってくるので、乗り出し1400万とかそのぐらいになってくるということで、もう高いよということですよね。それをですねきちっと払える、そして維持できるっていうことからすると相当稼いでるんじゃないの、いやいや普通稼げないから何か危ないことしてるんじゃないのみたいな、これはですね特に私の親から少し心配されたというのがありますけれども、頑張ってるしちゃんと働いてるから大丈夫だよっていうのを伝えているという感じですかね。なんか最後お金の話になってしまいましたけれども、やっぱりですね人間知らないものに対しては心配になるし疑問を持つということで、 BMW の認知の凄さっていうのと、ある意味ポルシェは恐れられるというか、理解されないんだなみたいな、特に理解もそこまで求めてないんですけれども、そういった違いを実感できたなっていうところが、ちょっと2台自分で買ってみてですね感じた面白いところだなと思いました。これからもですねいろんな車乗ったりいろんな車買ったりした時に、自分が納得していることは一番大事なんですけれども、周りの反応もですねどうなるのかなっていうのも一つ楽しんでみるのもありなんじゃないかなと思ったところです。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。引き続きいろんな車見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは皆様も良いカーライフを。